文明の衝突、世界はなぜ再び分断されるのか。序章、イデオロギーの終焉と新たな分断の始まり。1990年代初頭、冷戦の終結は世界に大きな希望をもたらした。ソ連という巨大なイデオロギー的対抗軸が崩壊したことで、多くの指揮者が人類は平和な単一世界へと向かうと予言した。フランシス・フクヤマの歴史の終わりは、自由民主主義と資本主義が勝利し、残るは世界システムへの全身的な普及のみであるという。世紀末の楽観論を象徴していた。しかし、サミュエル・ P. ハンティントンは、この歴史の転換点を異なる視点から捉えた。彼が提示した文明の衝突のテーゼは、紛争の根源が国家間やイデオロギー間からより深く、より根源的な文化的アイデンティティへと移行すると警告したのだ。2025年の世界は、その予言の正しさを痛切に証明している。冷戦終結後の世界は、一時的な平和を享受したのではなく、イデオロギーの子供を脱ぎ捨てた文明という名のアイデンティティを核とする新たな分断の時代へと突入したのである。現代におけるグローバル化は、かえってこの分断を先鋭化させたという逆説的な現実がある。人、物、情報の移動は加速したが、異文化との接触の増加は相互理解を深めるよりも彼らと我々の差異をより頻繁に、そして痛切に意識させる結果となった。経済的に台頭した非西洋文明圏は西洋の規範や価値観を普遍的な真理ではなく、西洋による押し付け、あるいは文化的な帝国主義とみなし、自らの文明的ルーツ、歴史、そして宗教への回帰と主張を強めている。本論考はハンティントンの論旨を基盤としつつ、この2025年の現代的な事例と動態を組み込んで再構築し、なぜ世界が平和ではなく分断の再構築という道を選んだのかを分析する。それは単なる政治経済学的な視点では説明できない価値観と信仰の根源的な対立を深く掘り下げることが目的である。国際政治の主たるアクターがもはや主権国家だけでなく、より広範な文明という名の集団的アイデンティティに移りつつあるという前提のもと、現代の危機を理解するための枠組みを提供する。第一章、文明という名のアイデンティティと差異の根源。文明とは人間が持つ最も広範な文化的な帰属意識であり、共通の歴史、言語、慣習、そして最も重要な宗教によって定義される。これは人々の世界観、倫理観、そして政治的行動原理の根幹を規定する最も深いアイデンティティのレベルである。冷戦時代がイデオロギーによって世界が二分されていたとすれば、現代はこの文明によって世界が多極的に分断されていると言える。文明が衝突の主要な源となるのは、その際が根源的で非和解的な性質を持つためである。イデオロギー、例、資本主義と共産主義の対立は、経済的な成功や政治的な転換によって回収が可能であったが、文明間の対立、特に宗教的な価値観の対立は、何が正しく何が善であるかという人類の生き方そのものに関わる哲学的な問題である。例えば、西洋文明が重んじる世俗主義、個人の権利、法の支配といった価値観は、イスラーム文明や中華文明が重んじる集団の調和、絶対的な信仰、権威への服従といった価値観と真相で根本的に衝突する。さらにこの際はグローバル化の逆説によって先鋭化される相互交流の増加は、異文化間の摩擦を増やし、彼らと我々の違いを頻繁に意識させる。これにより伝統的なコミュニティを失った人々は、より普遍的で揺るぎない文明という名の帰属意識、しばしば宗教的原理主義へと回帰する。これは西洋のライフスタイルを取り入れながらも、精神的には自らの文化や宗教への回帰を目指す土着化の現象として顕著に見られる。そして衝突の構造を決定づけているのが、西洋文明の持つ普遍主義的な性質である。西洋は自らの価値観を人類普遍の規範として他文明に押し付けようとする。この試みは非西洋文明の視点からは文化的な帝国主義と移り、自文明の価値観と利益を守るための強固な排他的な反発を誘発する経済的な台頭を遂げた非西洋文明。
特に中国のような中核国家はもはや西洋の規範に従う必要性を感じておらず、自分名の歴史と文化に根ざした独自の統治モデルを主張している。この普遍的なものになろうとする西洋と自己主張を強める非西洋という構造こそが文明間の対立を絶やさない根本的な要因となっている。第2章、文明間の断層線と火種。2025年の事例分析。文明の衝突は異なる文明が接触混住する地理的な境界線、すなわち断層線フォールトラインズ上で最も激しく発生する。これらの断層線上の紛争は民族、宗教、テリトリーといった多層的な要素が絡み合い、中核国家の介入によって容易に文明間の対立へと拡大する危険性をはらんでいる。イスラーム文明と西洋文明の断層線は依然として世界で最も活発である。歴史的な対立に加え、現代においては北アフリカや中東からの移民・難民の流入が欧州諸国における世俗主義と信仰の対立を深刻化させている。これは単なる経済問題ではなく、欧州の文化的アイデンティティが脅かされているという根源的な不安に基づいた文化戦争であり、右派ポピュリズム政党の台頭を促している。さらに非国家主体であるイスラーム過激派組織によるテロリズムは断層線を曖昧化させ、西洋社会内部に不信と分断を拡散している。中華文明と周辺文明。西洋の断層線は地政学的覇権と技術優位性をめぐる闘争として構造化している。中国の一帯一路構想や南シナ海、台湾海峡への海洋進出はアジアにおける伝統的な勢力圏回復の試みであり、周辺国及び西洋の中核国家である米国との間で誰がルールを作るのかという文明間の権力闘争を引き起こしている。また AI や半導体といった最先端技術をめぐる米中間のデカップリングは西洋の自由主義モデルと中華文明の国家主導型権威主義モデルという異なる統治価値観の優劣を争う闘争である。そしてオルソドックス正教文明と西洋文明の境界線上、特にウクライナ紛争は文明の衝突の最も劇的な事例である。ウクライナは正教文明圏に属しながらも NATO や EU といった西洋の統合体への加盟を強く志向する離脱国家の典型であった。ロシアの行動は単なる領土的野心だけでなく、西洋 NATO の勢力圏拡大が自らの文明圏の中核を侵食することに対する文明的な自己防衛として強く動機づけられている。この紛争は文明間の断層線上でのアイデンティティをめぐる選択がいかに大規模な戦争へと発展しうるかを世界に示した。第3章、国家から文明へのアクターの移行。21世紀の国際政治においては主権国家の役割は文明というより大きな単位によって強く規定されるようになっている。この構造において国家は文明の守護者として以下の3つのカテゴリーに分類され、国際システムの不安定性を増大させている。第1に中核国家コアステーツである。彼らは一つの文明の主要な源泉であり、最も強力な代表者として機能する。米国、西洋、中国、中華、ロシア、正教などがこれにあたる。中核国家は自文明の価値観を広め、断層線上の紛争に介入し、自文明圏の安全と利益を守る役割を担う。現代の世界政治の主要な構造は、これらの中核国家を中心とする多極文明構造であり、中核国家間の関係こそが大規模な戦争のリスクを内包しながら世界のパワーバランスを規定している。第2に辺縁国家クレフトステーツである。これは国内に異なる2つ以上の文明に属する集団を抱える国家であり、彼らの国境はそのまま文明の断層線となる。ナイジェリアやインドなどがこれにあたり、政治的安定性が低く、民族・宗教的摩擦が常に内包されている。これらの国内紛争は容易に国境を越えて同文明圏の住民に波及し、中核国家の介入を招くきっかけとなりやすい。第3に離脱国家ボーンステーツである。
これは国民のリーダーたちが自国の歴史的文化的ルーツとは異なる文明へのアイデンティティ転換を試みる国家である。トルコやウクライナがその典型である。このアイデンティティの転換は国内に深い亀裂を生じさせ、国民の広範な需要が得られない場合、内部対立は激化し、隣接する中核国家の介入を招く最大の不安定性の源となる。ウクライナ紛争は離脱国家が文明間の緊張をいかに増幅させ、世界政治の危機を招くかを示す現代の悲劇的な教訓である。このように文明の衝突の時代において、国家の行動は単なる国益の追求を超え、自分名権の安全とアイデンティティを守るというより根源的な動機によって駆動されている。第4章、文化相対主義の浸透と普遍主義の危機。文明を単位とする多極構造への移行は、西洋が長らく信奉してきた普遍主義的価値観の絶対性を崩壊させた。経済力を背景に台頭した非西洋文明は、もはや西洋の価値観を無条件に受け入れることを拒否し、自らの文化や歴史に根ざした文化相対主義の立場を強く主張している。彼らは民主主義や人権といった概念は西洋の歴史的産物であり、自文明の集団の調和や伝統を重んじる価値観とは整合しないと主張する。この状況下で西洋が自らの価値観を普遍的なものとして多文明に押し付けようとすることは最も危険な行動となる。それは多文明のアイデンティティに対する攻撃とみなされ、強い抵抗と怒りを招くからだ。過去数十年間における中東地域での民主化介入の試みは安定化をもたらすどころか、文明的宗教的な抵抗を呼び起こし、結果として過激主義の温床を生み出すという逆効果をもたらした。文明間の衝突を回避し、持続可能な平和を追求するために西洋文明が取るべき戦略は、普遍主義的な幻想を捨てることである。西洋が目指すべきは、自らの価値観を強制的に普及させることではなく、文明間の力の均衡と価値観の相互尊重である。ハンティントンが提示した共存の原則、ザイ・アブステンシンルルの再検討こそが、2025年以降の世界における指針となる。この原則は、第一に中核国家が多文明の内部紛争や境界線上の問題に不必要に介入すべきではないという不干渉の原則を求める。これにより地域紛争が文明間戦争へと拡大するリスクを抑止できる。第2に全ての文明が共通の人間的な課題、例気候変動、パンデミック、核不拡散において利害を共有し、協力の精神を育む必要がある。文明間の深い差異を認めながらも、人類共通の危機への対処を通じて橋渡しとなる協調の規範を築くことが求められている。結論、21世紀における文明の衝突の管理。本論考が示したように、文明の衝突は単なる未来の可能性ではなく、2025年の世界を規定する現実の政治的枠組みである。グローバル化は世界を統一せず、むしろアイデンティティの境界線を先鋭化させ、中核国家間の多極的な対立構造を生み出した。この分断の時代において、西洋文明が取るべき道は明確である。それは自らの価値観の絶対性を主張する普遍主義を放棄し、多文明の価値観と伝統が独自のルーツを持つことを現実として認識し、尊重することである。西洋は自文明の特性を堅持しつつ、多文明との間で相互に脅威とならない均衡を築き、差異を認め合う共存を目指さなければならない。文明の衝突は避けられない運命論ではないが、その危険性を管理するためには、文化とアイデンティティが世界を動かす力の根源であることを理解する必要がある。平和を維持するためには、軍事力や経済力だけでなく、歴史、文化、そして宗教を理解する深い知識と相互の自制を可能にする政治的意志が不可欠である。21世紀の課題は、文明の衝突を終わらせることではなく、その衝突を懸命に管理し、人類共通の基盤の上で共存を追求し続けることなのである。チャンネル登録、高評価お願いします。